はい、またちょっとね、マニアックなアイテムなんですけども、内圧コントロールバルブ。これ何かっていうと、これエンジンのね、クランクケース内の圧力というかね、この空気っていうのがこう出たり入ったりしてるんですけども、これを一方通行にね、することによってこう整えるというかね、エンジンの動きを阻害しないようにすると、そういうアイテムなんですね。本当マニアックなんでね、なかなかこれ紹介してもね、レビュー待ってましたとかね、これを求めていたとかね、そんな需要はちょっと少なめだと思うんですけどもね。別にね、もうやりたいからやるんですけども、結構ね、いいお値段しますんで、なかなかね、挑戦するにしても悩んじゃうとこなんですけども、もうやったれというとこで買ってしまいました。まずね、これ開封すると、これ本体ですね。本体がね、俺ね、写真で見たより思ったよりね、大きいんですね。もうちょっとね、ちっちゃくてね、目立たないのかと思ったら、これ結構大きいんで、いや、これちゃんと大丈夫かな、これなんか変にこう車体の印象を阻害してしまわないかなとか、ちょっと思ってしまったんですけども。それ以外にはね、この中にステッカーと、ちょっとしたね、本体の説明書と固定用のバンドですね、が入っておりました。で、こちらは W800 用のホースのセットですね。車種によって本体ね、そのバルブの本体そのものは同じなんですけど、車種によって、ね、取り付け位置が全然違うので、その車種それぞれにつくように専用設計のホースというのを別で注文しました。でこのホースにね、詳しく説明が載っております。カラーなんでね、非常に見やすいですね。ちょっとね、気をつけなきゃいけないのは、これ一方通行のバルブなので、逆につけるとね、もうエンジンがとんでもないことになるんでね、そこだけはもうご注意くださいというふうにも書いてありました。で、ホースを押さえるタイラップ。一式ね、もうついてますので、このままつけられます。で、とりあえずね、仮組みをしてみました。で、仮組みね、したらですね、結構、ホースも含めると場所取る感じなんですね。結構大きいんですね。こんな大きいの入んのかなとちょっと心配になったんですけども、とりあえずつけてみようということでつけてみました。で、場所はこちらですね。こちらにノーマルのホースがついてますので、ノーマルのこの固定用のバンドを緩めて外していきます。で、ノーマルもね、結構キッチキチでこれ取り付けられてて、なんか余裕がないというかね、なかなか外すのすら大変でしたね。でなおかつですね、これ説明書に書いてあるこの W800 ですと結構スペースあるんですけども、これ多分前の年式ですかね。これ今の年式だと説明書の写真よりかなりスペースがないんですね。このなんか謎のカプラーとかね、これインジェクション関係のものだと思うんですけども、こういったのがかなり出っ張ってですね、非常にスペースが限られています。この中に大丈夫かな、入るのかなとちょっと心配になりながら取り付け作業をしてみました。とりあえずね、一回こうカプラーは外して、カプラーを外した状態で引っ張ったりいろいろしてみたけど取れないので、結局マイナスドライバーを使ってね、グリグリ取り外ししました。でこれ仮組みした状態のままこれスッといけるかなと思ったんですけど、何をどうやっても入りそうになかったので、とりあえずもう一回分解してね、組み立てながら取り付けいくことにしました。それでもね、スペースがかなりギチギチなので、これね、本体クランクケースにつけるホースとかエアクリーナーにつけるホースとか結構苦戦しました。で、本体がね、こうエンジンに触ったりとか振動でね、他の部分に当たって変な共鳴しても嫌だったので、ゴムのこのね、テープ付きのゴムシートが手元にあったので、それで本体を巻き巻きしました。で、なんとか取り付けは完了しました。エンジンをかけてもね、異常はなかったので、このままちょっと試乗をしてみました。で、乗ってみた感想なんですけども、結論的には非常に乗りやすくなりました。まずアイドリングが安定するようになりました。
まあそもそもそんなにね安定しないわけではないんですけども、なんて言いますかね、アイドリングの時のこの針のブレというかね、針が全然ブレないんですね。結構ね、振動も相まってプルプルっていうようなところがあったんですけども、それが全くなくて非常に落ち着いたアイドリングになった。おとなしい感じになりました。で、実際エンジンの回転の上がり方とか、パワーバンドまで上り詰める様子とかに関しても、なんて言いますかね、軽くなった感じですね。ぐいぐいパワーが上がったというよりは、振動がちょっと減ったんですかね。すごく軽く感じます。ピストンがなんかすごく軽く動いてる印象があります。加速力そのものがね、ものすごく上がったとかっていうわけではないんですけども、W800 の味付けはそのまま、それでいて軽い感じのエンジンになった。そんな印象です。なんかね、ちょっと他の車種のレビューとかでエンジンブレーキが弱くなったなんていうレビューも見かけたんですけども、確かに若干弱くなったというか、弱くなったというよりそのエンジンブレーキの角が取れた、そんな印象ですかね。加速してアクセルオフするとガボガボガボというような時とかあったんですけども、それがなくなってですね、普通にシューンと減速してくれる、そんなような感じですね。なので街中とかですね、細かい道とか走ったり発進加速繰り返している中でガボガボというような時とか、行き着くようなね、えずくような時があったんですけども、それが全然感じないというかね、それが非常に角が取れて穏やかになった。そこが一番乗りやすいという印象を受ける要因ですかね。なのでエンジンが非常に軽く回って、なおかつ減速に関しても穏やかになってくれたので、街乗りが非常に乗りやすいですね。で、私の場合はブースタープラグですね。ちょっと前回紹介したブースタープラグというものをつけているんですけども、このブースタープラグもオンオフできるようにスイッチを取り付けてあります。で、ブースタープラグオフの状態で走るとどうなるかというと、今まであったようなね、それこそ大きな息継ぎとかガボガボいってたものがかなりおとなしくなって乗りやすいんですね。まるでブースタープラグをオンにしてる時と変わらないような、オフにしたら今まで感じていた息継ぎというのがなくなって、ブースタープラグをオンにした状態と同じような状態になった、そんな印象です。それでいてブースタープラグをオンにするとさらにマイルドに乗りやすくなると、そんなような車両に仕上がりました。なので、これ合わせ技で使うとかなり乗りやすいバイクになりますかね。乗りやすいと思います。かといってこれね、かなり劇的に乗った瞬間、うわすごい全然違うっていうレベルのものではなくて、確かに若干変わったなというぐらいの変化なんですね。なのでモーターみたいになってしまったというわけではなくて、W800 の良さ、どこどこ感とか振動とかそういった乗り味は残しつつ、それでいてマイルドにしてくれる、そんなような印象を受けます。お値段はね、それなりに値段はするんですけども、これはねずっと永続的に使えるというふうに考えれば高くもないんじゃないかなとは思います。で、これ TLEV、これに関してはね、オーバーホールとかメンテナンスもできるし、そのアフターパーツとかもねちゃんと揃って出てますので、なんかね具合悪くなって買い替えなきゃいけないっていうわけでもなく、長く使えるアイテムでもあるので試してみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで今回は以上です。